朝、目が覚めて鏡を見ると、頭の上に今日の生存確率99.9998%と浮かんでいる。コーヒーを入れようとすれば、火傷のリスク0.02%。駅のホームで電車を待てば、遅延確率12%。AR、拡張現実、コンタクトレンズ、プロブアイが普及して10年。人類は不確実性というストレスから解放されていた。失敗するプロジェクトには誰も手を挙げない。事故率の高い飛行機には誰も乗らない。告白成功率の低い相手には誰も恋をしない。無駄な悲しみも、無駄な努力も、すべて自然に損切りできる素晴らしい世界。僕、相沢健二もまた、その恩恵に浸る一人の臆病な市民だった。オフィスの向かいの席に座る、同期の牧村恵美。彼女の頭上に浮かぶ数字は、ここ半年間、常に18%前後で安定していた。これが僕の告白成功確率だ。決して高くはない。だが、絶望的でもない。この18%という数字は、僕にとって一種の精神安定剤だった。今はまだ無理でも、いつかタイミングが合えば、という甘い夢を見させてくれる猶予期間、モラトリアムの象徴だったからだ。異変に気づいたのは、月曜の朝だった。いつものように出社し、おはよう、と声をかける。エミは笑顔で返してくれた。だが、彼女の頭上の数値を見た瞬間、僕は息を飲んだ。17.4%。下がっている。わずかだが、確実に。昨日まで 18.1% だったはずだ。何か失礼なことをしただろうか？いや、週末は会っていない。もしかして、彼女に好きな人でもできたのか？不安が胸をよぎった瞬間だった。視界の隅で、数字がまた動いた。16.8%。と思った。いや、待てよ。僕なんて所詮、同期の一人に過ぎないし、先週の飲み会でも気の利いた話一つできなかった。やっぱり、脈なんてないんだ。そう自虐的に思考した刹那、数字は滑り台を落ちるように加速した。15%。12%。9%。ケンジ君、どうしたの？顔色が悪いけど。エミが心配そうに覗き込んでくる。その優しい瞳と裏腹に、頭上の数値は無慈悲に宣告し続けていた。5.2%。みるみる下落していく数値に、僕はパニックになった。なんだこれは、バグか？それとも、僕の知らないところで僕の社会的評価が暴落しているのか？無理だ。こんな数字じゃ、告白なんてできるわけがない。心が完全に折れたその時、数字は 3.1% できたりと止まった。まるで、僕の絶望が底を打つのを待っていたかのように。その現象は、僕だけに起きているわけではなかった。昼休み、社員食堂は異様な静けさに包まれていた。隣のテーブルで、新規事業のプランを熱く語っていたはずの先輩が、沈痛な面持ちでうなだれている。彼のタブレットには、事業成功確率 2.8% と表示されていた。昨日までは 40% あったんだぞ。先輩は亡霊のように呟いた。でも、今朝起きて、やっぱり競合には勝てないかもな。ってふと思った瞬間、これだ。システムがお前には無理だ。って言ってるんだよ。ネットニュースには、奇妙な記事が溢れていた。全国で企業数、過去最低を記録。婚姻率、一夜にして急落。プロバ、大規模アップデートを実施。バージョン 5.0 へ。SNS の解析班が、アップデートの正体を突き止めたのはそれからほどなくしてだった。新しいアルゴリズムには、これまで除外されていた変数が組み込まれていたのだ。それは、観測者の主観的意思。これまでの確率は、過去のデータや環境要因に基づく客観的な予測だった。だが、今回のアップデートは違う。ユーザーが不安や諦めを抱いた瞬間、AI はそのネガティブな感情を成功の阻害要因として即座に計算式に組み込む。自信を失えば確率は下がる。下がった数字を見てさらに自信を失う。無限のフィードバックループ。それが 3.1% の正体だった。残酷すぎる。僕は自宅のベッドで天井を見上げていた。このアップデートの意図は明白だ。社会の超効率化、だ。どうせ諦めるような弱い意志、なら、最初からやらせない方がいい。リソースの無駄だからだ。システムは、僕たちから無用時間、すら奪ったのだ。
無理かも、と思った瞬間に、現実は無理、として確定される。それは、究極の管理社会の完成形だった。翌日、僕は会社を休もうかと考えた。確認すると、エミへの確率は 3.1% に張り付いたままだった。この数字は奇跡以外ありえないことを意味している。だが、ふとスマホの通知画面に目が止まった。プロバの開発者が、匿名掲示板に残したとされるリーク情報が拡散されていたのだ。このアップデートは、選別フィルタリングである。選別？僕はその言葉を反芻しながら、重い足取りで出社した。オフィスは死んだように静かだった。誰もが頭上の低い数字に怯え、リスクを冒すことをやめていた。エミがコピー機の前で資料を落とした。いつもならすぐに駆け寄る同僚たちが、誰も動かない。彼らの視界には、手伝っても好感度が上がる確率は低い。変に関わると業務効率が落ちる、という数字が見えているのだろう。僕は立ち上がった。エミの元へ歩き出す。僕の視界には、彼女との交際確率 3.1% が赤く表示されている。システムは警告している。無駄だ、と。そうだ、無駄だ。僕は臆病で、気の利いたことも言えない。数字が 2.9% に下がる。でも、だからなんだ？ふと、心の中で反発する声がした。これまで僕は、数字に許可された行動しか取ってこなかった。80% ならやる。20% ならやらない。それは、自分の人生を計算機に委託しているのと同じだった。大丈夫？僕はエミの足元に散らばった資料を拾い集めた。ごめんねケンジ君。ありがとう。彼女が微笑む。その笑顔を見た瞬間、僕の中で何かが弾けた。確率なんてどうでもいい。ただ、彼女と話したい。彼女の力になりたい。それは、計算不可能な衝動だった。俺は、彼女が好きなんだ。強くそう思った瞬間、視界の数字がノイズのように乱れた。2.9%、3.5%、4.1%。上がっている？いや、違う。4.1%、2.8%、5.0%、1.5%。激しく乱高下している。僕の心の中で、恐怖と決意が激しくせめぎ合っているのだ。システムが計算処理に追いついていない。選別。あの言葉の意味がようやく分かった気がした。このシステムは、僕たちを諦めさせようとしているのではない。絶望的な数字を突きつけられてもなお、それを踏み越えてくる人間を探しているのだ。客観的な事実も、自分自身の恐怖さえもねじ伏せる、理不尽なまでの意志を持つバグ、イレギュラーを。資料を渡し終えた時、僕は震える声で言った。牧村さん、今度の週末、空いてないかな。美味しいコーヒーの店を見つけたんだ。周囲の空気が凍りついた。同僚たちが驚愕の表情で僕を見ている。彼らのコンタクトレンズには、僕の行動がいかに非合理的で自殺行為かが表示されているはずだ。エミの頭上の数字は、狂ったように回転していた。システムの警告音が脳内で鳴り響く。推奨しません。リスク型、中止せよ。うるさい。黙ってろ。僕はコンタクトレンズの接続を切った。プツン、という電子音とともに、視界からあらゆる数字が消滅した。残ったのは、少し驚いたような顔をして、頬を絡めているエミの、生身の表情だけだった。いいよ。行きたい。彼女の声が、静寂を破った。その瞬間、世界中のサーバーの片隅で、僕の ID に小さなフラグが立ったことを僕は知らない。それは予測不能対象、としての認定証。確率という檻の外へ踏み出した、最初の一歩だった。僕は初めて、数字のないクリアな視界で、彼女に微笑み返した。成功率なんて知らない。0でも100でもない、未知の週末が、そこにはただ広がっていた。